どうもリュウクです。今回はこのスリングバッグたちについてレビューしていきたいと思います。僕はバックパック以外にもスリングバッグも結構好きで、つい気になったものがあると買ってしまうんですが、見ての通り結構溜まってきたので1個ずつ使ってみた感想をレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。まず1つ目がこのリワークの都市スリングっていうスリングバッグです。これは結構いろんな機能が詰め込まれていて、クイックアクセスポケットがついていたり、このフロントもフラップ式になっていたり、メインのところもかなり大きめで、ここにこういった iPad mini がぴったり入ったり、かなり考えられたスリングバッグになっていて、基本的な機能はだいたい網羅されてるっていう、そんな感じのバッグになっていて、このストラップも、こうマグネットではないんですけど外しやすいアジャスターというかバックルがついていたり、ここも取り外しできるような仕様になっているので、基本的にはめちゃくちゃおすすめできるスリングバッグになっています。スリングは結構こういった前掛けスタイルで使うことも多いと思うんですが、場合によってはこんな感じで後ろに背負うこともあると思います。この都市スリングの場合はここにスタビライザーをつけられるような構造が備わっているので、こういったオプションパーツを使うことでこういった感じで3点で止めて、自転車とか漕いでても安定できる仕様になっているので、このような配慮はすごいいいなって思いますし、あとここに隠されてるんですが、こんな感じでこれもスタビライザーと同じところにくっつけることで、下にね三脚とかを固定できるようなストラップもついてたりして、で普段はこっちにしまっておけばこう隠せるっていうのも、こうもめちゃめちゃなんかギミックっぽくて気に入ってるポイントです。あと細かいんですが、こういったところにループがついているので、ここにキーリールなんかを引っ掛けるっていうのも結構気が利いてていいなって思います。2点だけ気になるのは、この、ループがついていて、このキーリーシュが付属してって、これが脱着式で、このカラビナも質感はいいんですけど、この紐だけちょっとペラペラで安っぽいなっていう感じです。ここがちょっと気になるなっていうのと、あとこう全体のシルエットがツルツルの素材なんですけど、なんかこうシルエットがカチッと決まらないというか、どういうものの入れ方をしても結構こんな感じでくしゃってなってしまうので、ここはちょっと気になるかなって思いました。次に紹介するのがこのケースフィニットのザ・東京テックパックポーチっていうポーチです。ポーチというかこういう紐がかけられるので、ポーチと言いながらスリングバッグ的な感じで使うことができます。ここもフィードロックになっているので、小組よく脱着できるのもすごい気に入ってるポイントです。これの一番いいところは何といっても見た目が超シンプルってとこですね。どんな服装にも合うような、こういう四角くて、しかもバリスティックナイロンなのでホコリとかもつきにくいですし、遠目から見ると結構マットな質感になるので、服装選ばないっていう意味でも結構見た目がシンプルで、こういうのを使いやすいなって思う人は多いんじゃないかなって思います。あとさっきも言ったんですけど、こんな感じでフィードロックのバックルが使用されていたり、あとここは脱着式になっているのでポーチとしても使えますし、各種ファスナーは YKK のファスナーが使用されているので開閉はスムーズです。あとは細かいんですけど、こういうところにマグネットが使われてて、ちゃんと物が落ちないように留められるようになっています。こういう各パーツへのこだわりっていう意味ではかなりビルドクオリティが高いんで、こういう細かい部分が結構気になっちゃうという人でも全然手に取っても安っぽさみたいな感じないんじゃないかなって思います。この繊維の気になるポイントは3つぐらいあります。1個目がこのポーチの大きさが、一見 iPad mini がぴったり入りそうに見えるんですけど、実際入れてみるとこんな感じで結構ギリギリというか、この広いスペースにはぴったりぐらいで入るんですけど、このなんかタブレットとかを入れられそうなポケットに入れようとするとカツカツになって入らないっていう、入れようと思えば
グッと覆ったりすれば入るとは思うんですけど、Apple Pencil とかつけると思いますし、あとキーボードとかをつけてる人にとってはほぼ入らないケースになってしまうんじゃないかなって思います。ここもうちょっとゆとりある設計だと良かったんじゃないかなって思いました。あとはこういうなんか長財布みたいな構造のポーチとかスリングにはよくあるんですけど、このポケットのレイヤーが重なりすぎていて、ポケットはすごくたくさんあっていいんですけど、この重なってるポケットが多すぎるので、実際にこれを畳むとかなり薄くなるんですが、このポケットを全部使って物を入れてしまうと、1個でも厚手のものがあるとここが結構パツパツになったり、場合によっては閉まんなかったりするので、このレイヤー構造みたいなのをもうちょっと分散させられたら良かったんじゃないかなと思います。あとは細かいんですけど、ここにハーネスというかこのストラップの付け根があるんですけど、この紐が若干なんか心もとないのと、あとここの縫い付けですね、この裏側にこの紐の縫い付けが来てるんですけど、なんか強度的にちょっと心配だなっていう、そんな感じです。次に紹介するのがこのオービットキーのアーバンスリングミニという製品です。アーバンスリングシリーズは、3種類展開があって、これは一番小さい2リットルのモデルになります。これは何といっても丸くてシルエットが超可愛いっていうので、本当に持ち物が少ない人だったり、あとスマホとバッテリーと、あとちょっとした香水とかそういったものしか持ち歩かないよっていう人にとってはすごいベストな選択肢になるんじゃないかなって思います。小さいといってもこういうマックスサイズのスマートフォンがこの体側のポケットにぴったり収まるぐらいのサイズであるので、スマホ自体は楽に取り出したりできるんじゃないかなって思います。あと中も結構ポケットが豊富で、どのシリーズも基本的に構造は似ているんですけど、メッシュポケット、中のファスナーポケットがあったり、ここにコードが入るようなポケットがあるので、ここにケーブルを通して充電しながらここにモバイルバッテリーを収納したり、あとここに鍵、キーリールとかをつけたりみたいな、そんな使い方ができて、この容量も結構マッチ自体はこんぐらいあるので、ある程度物が増えても大丈夫っていう、そういう感じになってます。ちょっと気になるなっていうポイントは3つぐらいあって、この素材自体が結構きめの細かいナイロン素材なので、ホコリがちょっとつけやすい。毛玉とか、あとはなんかニットとか着てる人はもしかしたら毛がすごいブワーってくっついちゃうんじゃないかなって思いました。あとはこのファスナーが結構硬めの止水ファスナーになってるので、このプルのね質感とかファスナーの質感すごいかっこいいんですけど、スリングバッグって片手でこうやって開閉したりすることが多いと思うんですが、これは両方プルはあるんですけど、結構片手で開けるのはしんどいんじゃないかなって思います。あとはこの一番小さい2リットルのモデルに関してはこんな感じでどこにもバックルがないので、これをカチャって外してこうやってくっつけるみたいなのはできなくて、腕と頭をこうやって通す必要があります。これはちょっと人によっては嫌だなって思うかもしれません。次に紹介するのがこの1個大きいモデル、アーバンスリングです。スタンダードモデルっていうのかな、4リットルのモデルになっています。大きさ比べるとこんぐらいサイズが違います。これは結構スリングとしてはベストなサイズ感なんじゃないかなって思います。ミニと違ってここにバックルもついてるので、こういった感じで装着もしやすいですし、さっきのミニよりも一回り大きくなっていて容量は倍になっているので 500ml のペットボトルなんかも入れられるぐらいの容量にはなっています。さっき言ったスマホとかバッテリーとかそのぐらいの荷物よりにプラスで、出先でちょっと荷物増えるかもと一緒だったり、文庫本だったりなんか Kindle とか他のものを入れてる人にとってはこのぐらいあった方がいいんじゃないかなって思います。ただこれの微妙なポイントは、さっき言ったこのホコリのつけやすさっていうのとファスナーの硬さっていうのは共通してるんですが、もう一点 iPad mini が入りそうで結構ギリギリっていうところです。このメインのスペースに関しては入るんですが、ここはそもそもタブレットを入れる想定では作られてない感じのオーガナイザーですし、背面のさっきスマホとか入れてたポケット、ここにもポケットの小分けがあってタブレットとかを入れられそうなんですけど、見るとかなりキワキワに来てて、ファスナー一応閉まるんですけど、この iPad の縁の部分が完全にファスナーに当たっているので、これを
開閉するたんびに傷がつく心配もありますし、Apple Pencil なんかをつけてる場合は完全に入らないと思います。このあともう1センチ2センチ大きかったら iPad mini を入れられたのになみたいなところがちょっと惜しいなって思いました。次がこのスタンダードよりもう一回り大きいアーバンスリングプラスっていう製品です。サイズ的にはこんぐらい違います。こっちのプラスの方は上に取っ手がついていたり、あとポケットも外側からアクセスできるポケットがこのメインとこのサブの2つに分かれていたりと、ポケット中の小分けポケットもそうですけど、外からアクセスできる箇所も増えてるので、ポケットの数っていう意味ではかなり優秀な設計になっています。あとは先ほどはなかった点として、ここのループがカスタムできるように2つずつこうやって輪っかになっているので、ここにカラビナとかつけて、自分なりにカスタムしたりとか、あとはね、容量も大きいんですけど、街もかなり広くなっているので、自分の合った使い方みたいなのを探す上では、このぐらい容量があってカスタマイズ性が優れてた方がいいんじゃないかなって思います。で、これの気になる点は、ホコリのつきやすさ、ジッパーの硬さ、プラス iPad mini は入るんですけど、iPad11 インチのサイズがまた微妙に入らないっていうところですね。ミニに関してはこの一番体側のポケットに入れてもこんな感じで全然余裕で入ります。だから11インチの iPad、 これ今 Apple Pencil をつけた状態ですが、ここに入れようとすると完全に入らないです。ペンシルつけてなくても入んないっていう感じになってます。ただ一応このメインスペースの方に入れようと思えば、ちょっとiPad を斜めにしてメインスペースを効率悪い感じで使う形にはなるんですが、入ることには入ります。ただあんまりこれをメインで iPad Pro 11インチとか iPad や11インチを入れるカバンとして運用するのはあんまりベストじゃないんじゃないかなって思いました。もうこのシルエットがすごいかっこよくて、iPad もサイズ的に入りそうな分、ここの背面に入ってくれたらすごい良かったなって思ったのと、このメインのところももうちょい余裕があると、マジックキーボードとかをつけていてもぴったり入れることができたので、もう一回りぐらい大きくなっても iPad に対してもうちょい最適化してくれたら嬉しかったなと思います。 iPad を入れて背負うとこんな感じのシルエットになります。次がこのディスパッチのユニットスリングポーチダイニーマブラックっていう製品です。これは僕結構気に入ってて、生地がダイニーマでめちゃくちゃ薄くて軽いんですけど超頑丈っていう素材が使われているので、ロマン要因としてもかなりいいですし、実際使い勝手もかなり良かったです。ロゴもね、ここにディスパッチってちっちゃく入ってるだけでめちゃくちゃシンプルですし、僕このタイプのフィトロックバックルすごい好きなので、これもめちゃくちゃ気に入ってるポイントです。背負うとこんな感じのシルエットになります。でこのスリングすごいいいんですけど、気になる点としては薄くて軽いのはいいんですけど、思ったより物が入らなかったです。ここのファスナーがこの付け根のとこまでしかなくて、ここの上まで奥行きがあるわけじゃないので、この下のところだけしかコンポネントが使えないので、結構ペットボトルとか入れちゃうともうそれだけでパンパンになってしまうぐらい容量は少ないです。ただ大きさとかシルエットめちゃくちゃかっこいいので、ダイニーマのスリング1個欲しいっていう人はこれが結構いい選択肢なんじゃないかなって思います。次に紹介するのがこの同じくディスパッチのユニットバーティカルポーチダイニーマブラックっていう製品です。これはちょっと今までの製品とは特色が違って、こういった感じで3点で留めて背負うタイプのスリングというかポーチになっています。付け方としてはこういった感じで腕を通してこの前のマグネットバックルでこんな感じでくっつけるっていう感じです。結構このシルエットというかスタイルは特徴的で、好きな人は結構好きなんじゃないかなって思います。僕はこのホルスター型というか、ちょっと釣り用のベストっぽくもあるけど片方だけにあるみたいな感じのシルエットが結構好きで、これは上着の下とかにもつけることありますし、上着の上とかにくっつけて目立つようにして持ち歩くみたいなこともありました。これのいい点はポッケがここに増えるので、ズボンのポケットに物を入れてここのズボンが膨れないようにした状態でここに物を入れられるので、
こうツールベストみたいな感じで使うっていう意味でもすごいいいんじゃないかなって思います。ただ気になること2点あって、使い方にかなり癖があります。結構ここのファスナーは片手で開けたり閉じたりできるんですけど、開けるとき、上に持ち上げるとき結構片手だとやりづらかったり、この中にこういったメッシュの袋があるんですけど、ここのものとこのメインのスペースの兼ね合いがちょっと使いづらかったり、あと一応こんな感じで大きめのカラビナがくっついてるんですけど、これもあんまり何かこう鍵を引っ掛けてしまうと結構この本体全体のスペースを圧迫してしまって、スマホとか入れると鍵でカツカツ当たって傷がつきそうだなっていう感じがしたりするので、使い方はかなり癖があるんじゃないかなって思うのと、あとやっぱ見た目が個性爆発してる感じの見た目になっちゃうので、結構使うのに勇気がいるかなっていうのはあります。次がこのインケースのクロスタウンスリングっていう製品です。これ最近インケースから出たスリングで、ここに紐がついてて、すごいこのファスナーとか開けるときに指が引っ掛けやすくて開けやすかったり、あとスリングでは珍しいんですけど、インケースの特徴でもあるこのマイクロファイバーみたいなファッサファサのポケットがこの体側にあるので、ここにスマホボーンって入れて、もちろんこういうマックスサイズの iPhone とかもすっぽり入って収納できるって感じになってるんで、スマホをすごいちゃんと保護して持ち運びたいし、こういうちっちゃめのスリングがいいな、リュックは持ち歩くの嫌だなっていう人にとってはすごいいいんじゃないかなって思いました。あとこのねマグネットフラップがついてて、ここ何もファスナーとかないポケットなんですけど、意外とここの安心感がマグネットでくっつくことであんまり落ちないって安心感があるので、頻繁に出し入れするもの、ちょっと財布とか怖いかもしれないですけど、例えばこういうね iPod とかちょっとレトロすぎるかもしれないですけど、こういう音楽プレイヤーを有線イヤホンで聴いたりするときにここに入れたりとか、あとこういうモバイルバッテリーずっとつけとくのしんどいんで、とりあえずここに入れといてこうやって収納するみたいな使い方もありなんじゃないかなと思います。バックルもすごい柔らかくて使いやすいですし、背負った時もめちゃくちゃちっちゃいのでシルエット的にも全然気にならないというか、服装を選ばずに使えるシンプルなスタイルなので、結構多くの人にお勧めできるんじゃないかなと思います。気になる点としては、こんだけ中にポケットはあるんですが、ここにストラップとかもあって結構いいナイロン使われてたりするんですけど、ポケットの割にこのマチが薄いのであんまり物は入らないです。こういう薄めのガジェットばかり持っている人は全然余裕ですっぽり入ると思うんですが、こういうね DJI のオズモポケットとか入れちゃうともう結構マチがギリギリっていう感じなので、ちょっと分厚いものを持ち歩きたい人にとってはあんまり向かないんじゃないかなって思います。ちなみに容量は 2.3 リットルです。次に紹介するのがこのトムトックの T33 っていうスリングバッグです。これは 3.5 リットルのモデルなんですけど、僕このスリング結構気に入ってます。っていうのも見た目的には割と主張の少ない、何の、特徴もないと言ってはなんですけど、バックルも普通のこういうタイプで、ちょっと硬めではあるんですけど、あまり主張しないシンプルな見た目なんですが、こう生地が薄くてすごい軽いんですよね。なんで結構サイズ的にはちょっと大きめな感じにはするんですけど、軽さとこの柔らかさのおかげであんまりこう背負っててこうかさばらないっていうので、僕かなりこのスリング気に入りました。機能的にも一般的なスリングにありがちな小分けポケットだったり、あとこういうキーリッシュだったり、この体側のスマホのポケット、あとこのメインのスペースにもこんな感じで結構ゴムで伸びるような、タブレットとか入るようなスペースがあったり、あとはこうメッシュポケットがあって、こっち側にも全面ファスナー付きのメッシュポケットになったりして、内装が明るいのもいいですし、すごいシンプルなんですけど結構王道の仕様をしてるなっていう感じです。ちなみにこの iPad mini は超ぴったり入ります。横はかなり余裕あるんですけど、縦幅的にもペンシルとかをくっつけてもこんな感じで問題ないぐらい余裕はあります。あとここの今 iPad を入れていたところの長さがすごくジャストフィットする、僕の限定的なシチュエーションだけかもしれないんですけど、こういう文庫本をここに入れて、このアンカーの
マグセーフのマグ号のバッテリーをこの余ったスペースに入れるとめちゃくちゃジャストフィットなんですよね。で僕この DJI のオズポケここに入れてとかっていう感じで、僕の持ち物がぴったりなだけかもしれないんですけど、すごく使いやすくてこれ気に入りました。1点だけ気になる点を言うと、このバックルがちょっと硬いのであんまりこう頻繁に脱着するっていうのには向かないんですが、ただこれすごい値段が安いんですよ。なんで、ここはマグネットだったら本当はいいんですけど、この値段だったら全然許容範囲かなって思います。次はこのアルパカのフライトスリングです。これはアルパカから出ている2リットルの超薄型のスリングなんですけど、これも僕かなり気に入っていて、めっちゃ薄いんですけど中にちゃんとした柔らかい素材でちょっと硬めのクッションが入ってるんで、勘のいい方ならわかるかもしれないんですけど、 iPad がジャストフィットです。もちろんペンシルも余裕です。このロゴのところにね、なんか Apple Pencil をこうやって通したりなんかして、これちょっと非公式の使い方もしれないんですけど、iPad mini 以外の荷物をあんまり持ち歩かないよっていう人にとってはかなりベストなスリングなんじゃないかなと思います。ここもね、マグロックスっていうなんかアルパカがよく使ってるマグネット式のスライド式のバックルですし、大きさ的にもかなり服装選ばないミニマルなシルエットになっているので、これかなりおすすめです。ただこれ2リットルなので待ちもほぼないので物はほぼほぼ入らないです。この裏側になんかファスナーのないポケットがあったり、こっち側にはね、なんか割とこうダーツの切られたマチになるポケットがあるにはあるんですけど、このバッグ自体のマチがすごい薄いので、物をちょっとでも増やそうとすると結構パツパツになってしまいます。ここはちょっと注意した方がいいかもしれません。あとね、この裏側のここはなんかスマホとか入れるポケットかなって思いきや、ちょっとサイズが中途半端かなっていう感じなので、ここをあんまスマホポケットとして使うのは適切じゃないかもしれません。あとこれは僕あんまり好きじゃないんですけど、一応こんな感じでマグネット式のなんか鍵をくっつけられるストラップもついてるんで、こういうギミックが好きな人も結構刺さるんじゃないかなって思います。次に紹介するのがこのサムライスリングです。これはパックラボっていうウクライナのカバンクリエイターの方が作ってる作品で、おそらく自分で全部デザインとか縫製とかしてるんじゃないかなって思いますが、インスタグラムで直接 DM をしてオーダーするっていう感じの製品になっています。じっくり見てほしいんですけど、ディティールがやばいですよね。なんか想像つくパーツが全部使われてるんですよね。もちろんスタビライザーもついてたり、ここなんか普通のバックルかと思いきやマグネットでくっつくタイプのバックルになってて、でこれ両方外すとここが展開して、ここがバンドになってるんで、ここになんか傘とかねくっつけて、でしかもここでマグネットバックルでこう簡単に軸を合わせてからカチャンって止められるみたいな、もう半端じゃないディティールが盛り込まれてて、中もこんな感じでこういう脱着式のオーガナイザーが中に備わっていて、バッグインバッグみたいに使えますし、ここにくっつけることで一体化するっていうギミックもあったり、こっち側はね、こんな感じでポケットが大きく切られているので、もちろん小分けポケットもありますが、ここには iPad mini がぴったり入る感じの仕様になっています。あとこのサムライスリングっていうほどなんで、この日本の着物のような折り方が美しいですよね。ここ一応なんか伸縮ポケットになってるんで、ここに小物を入れたりもできます。じゃあ iPod ここに突っ込んで、ここから音楽聴くなんかもできます。反対側にもついてるんですが、こっち側にこ
こういった感じでバックルで脱着できる、この昔コードオブベルとかについてたこのスライド式のカラビナがくっついてるんで、ここに鍵なんかをくっつけてここにしまっておくみたいな、そういった運用もできます。前に背負ってみるとこんな感じ、後ろに回してこのスタビライザーをつけるとこんな感じ。これのいい点は、iPad すっぽり入るのもそうですけど、確実に人と被らないっていうところですね。あとはふんだんにこういったカスタムパーツが使われてるのと、こういうループなんかもいっぱいあったり、ハンドルとか中もいろんなカスタムパーツで溢れているので、自分の好きな使い方を探していくみたいな、そういう楽しみ方ができるのもこのサムライスリングのいいとこなんじゃないかなって思います。ちょっと気になるなって思うのは、買うハードルがかなり高いっていうところですね。でこれはデザイン的にハードルが高いっていう意味ではなくて、これをオーダーするにはこのパックラボさんのインスタグラムに飛んで DM か、もしくはメールアドレスにこのスリング作ってくださいってオーダーする必要があります。で僕と同じこの仕様が欲しければイミグラムってやつと同じやつ作ってくれていれば多分対応してくれると思うんですが、これ実はこう一個一個この生地とかここの質感とか、あとなんかこのギミックをつけるかどうかとか、この一個一個全部オーダーできるんですよ。なのでかなりこう生地とかパーツとかカバンについてのリテラシーがないとコミュニケーション取るのがしんどいんじゃないかなと思います。言語に関しては翻訳アプリとかツールでなんとかなると思うんですが、そもそものこういうものの用語、これもウルトラ系の生地が使われてたりするんですけど、こういう素材とかパーツとかの用語が分かんないと結構しんどいんじゃないかなって思います。あとは僕もなんですけど、結構使いこなすのは大変です。パーツがかなり多いですし、ギミックもふんだんに盛り込まれているので、これを使いこなそうってなると結構いろいろ考える必要があります。そういうのが考えていて楽しいっていうのもありますが、シンプルに使いたい人にとってはあんまり向かないんじゃないかなって思います。次はこのベルロイのベンチャースリングです。これは9リットルのモデルですね。このベンチャースリングは、ベルロイの昔からあるスリングシリーズの、上位互換みたいな感じのモデルで、このベルロイの特徴的なこの容量がね、入れるものによって容量が変わるんですけど、物が少ない時はこういった今みたいな状態で薄くなって、で物が増えてくるとここがだんだんこう膨らんで、背負っただけで簡単に容量の調節ができるので、どんなものの量でも体に密着できる、そのベルロイの画期的な構造が継承された、高機能モデルみたいな感じでリリースされています。なんといってもこの中のオーガナイザーが秀逸で、このサイドにこんな感じでなんかボトルポケット的な感じな、浅いんでボトルはほぼ入んないんですけど、なんかモバイルバッテリーとかイヤホンとかここに入れたりできますし、あとはこっちのねメッシュポケットはこう上のとこまでしかないので、ここにファサファサがありますが、ここにちょっと貴重品とか入れたりとか、中までこうそこまで物が落ちないようにここでホールドできたり、こっち側はこのファスナーポケットに大事なものを入れつつ、こっち側の小分けポケットも充実していると、かなり考えられたオーガナイザー。これはベルロイさすがだなって思います。気になる点2つあって、この止水ファスナーが結構硬いので、さっきも言ったんですが、スリング片手で開閉したいんですけど、こう結構硬いので、こう反対側を持ってグッと引っ張る必要があるんじゃないかなって思うのと、あとこの両サイド、これ実はバックルになってて、この両側を押すことで取り外すことができるんですが、このバックルがね使いにくいんですよね。こっち側も同様に外したりつけたりできるんですけど、なんかちょっとずれたりするとうまく噛み合わなかったり、あとこのバックルそのものが結構細いので、こう軸合わせてこうやってカチャンってやるのもやりづらいですし、こう外した時にこうあれどこ行ったっけってなるみたいな感じで、このバックルは
これサムライスリングですけど、以前みたいにこういうタイプの僕の好きなチェストストラップとかの構造のバックルですけど、これと同じタイプをこっちでも使ってほしかったなって思います。以上12個ぐらい買ったり、あと提供でもらったりとかいろいろして使ってみたスリングバッグについてちょっと語ってみました。ものによってはこう高いものと安いものいろいろあったり、形もなんかスリングっぽくない形のものとか、ちょっと機能ゴテゴテすぎて使いづらいよっていうものだったりあったと思うんですが、スリングバッグって一口に言っても結構いろんな使い方だったり、いろんな製品があったり、いろんな思いで作ってるブランドがあるので、この動画をきっかけにこういうスリングバッグをいろいろディグってみて、自分にとってベストなもので今回紹介してないものがあれば、ぜひこのコメント欄とかで教えてください。以上になります。こんな感じでこのチャンネルはバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバックパックやポーチの進捗情報だったり、僕の使ったバックパックだったりスリングバッグを次の人に譲渡するセカンドオーナー制なんかを特典として用意しています。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。